ここでは書物に使う紙についてご説明いたします。本は紙で基本的に作られておりますから、この紙というものを知るということは本を知ることにもつながる重要な問題です。で、紙は中国で西暦105年にサイリンという人が発明したというふうに五漢書という歴史書に書かれています。しかしながら実際中国ではそれよりも古い紙がお墓の中から発見されたりして、紀元前には成立していた、発明されていたというふうにも言われています。で、日本にはもうそれらが紙がもう伝わってくるわけですけれども、中国での作り方も伝わってきたと思いますし、また日本で独自に改良されたりもしたと考えられます。それでさまざまな紙が作られるようになって本に利用されたわけです。で、紙の種類というものも非常にたくさんありまして、それを説明するともうそれだけで一つのコースができるぐらいにあると言っても過言ではないのですが、ここでは主に日本の書物でよく使われた紙についてご説明したいというふうに思います。で、まず中国から伝わった最初の紙というものを使って作られている本がこの本です。本については後ほど説明いたしますけれども、こちらはちょっと最初の部分は修理がされてますので後ろの方に行きますけれども、この部分ですね、この辺りの紙は麻紙というですね、麻という植物で作られた紙を使っているということに言われています。で、この紙というのは植物繊維を糊で薄く固めたというようなものですけれども、最初はですねその麻という植物を使って作られていました。しかしながらこの麻紙は日本では平安時代になりますとあまり使われなくなったというふうに考えられています。それに対して次に使われるようになりましたのが、例えばこの本にも使われているものなんですけれども、ちょっとまた後でご説明しますが、大変虫に食われておりますけれども、こちらはですね、楮という植物で作られた楮紙、あるいは音読みして著紙と呼ばれる紙で作られたものです。この楮という植物は大変成長する、どんどん大きくなる植物でして、人工栽培もできますので、現在でもですねこの和紙の日本の紙の主要な原料として使われていまして、長く使われた紙になります。で、この紙なんですけれども、その続いてですね、こちらもその楮紙のを使ったものなんですけれども、楮紙というのは厚くも薄くもできますが、非常に繊維が長くて柔らかい紙です。で、そのすいただけですとですね、繊維が長いと隙間が大きいわけですので、墨が染み込みやすくなりますから、基本的には紙の片面しか使えないというものなんですけれども、またご説明いたします。その本の作り方によってはですね、その紙の両面、このように紙の両面に文字を書いたりするというものがありまして、この薄く墨が染み込みやすい楮紙をそのまま用いるのにはこういう作り方は向かないわけですね。で、このようなその両面を作る形の本に適したものは皮紙と呼ばれる紙です。で、この皮紙という紙の皮というのは美しいという意味で材料ではありません。で、材料となる植物は雁皮と呼ばれる植物なのですけども、これは今でも人工栽培することができずにですね、天然のものを取ってくるしかないというものでして、非常に量も限られてきます。ですから大量生産ができないのですけれども、そのできる紙はですね、非常に艶があってですね、また透明感もあって高級な紙ができます。で、繊維が短いので隙間もちっちゃくて墨が染み込みにくい。ですのでこのようにその両面に書くことができるんですけれども、楮と比べてみますとですね、その楮が非常に柔らかくて触っても
こんな感じなんですけども、この皮脂というのは非常に硬い紙でもありますから、触るとですね、聞こえますでしょうか、このパリパリというこの音がするというのが特徴になります。ね、でこういう紙を使いました。またですね、構造紙は比較的軽いのですけれども、皮脂はですね詰まっている感じですので、重いというような特徴もあります。でこの雁皮がですね人工栽培できないというようなことからですね変わって、その代表的に用いられたりもするのがですね、三つ股という植物から作られる三つ股紙というものです。でこちらはですねその三つ股紙を使ったものなんですけど、これは三つ股紙は非常に薄くついています。でこれもちょっと音がめくったりすると音がするんですけれども、こういうような紙になります。でこの大変薄いですので同じ分量、こちらは構造紙で作った本なんですけれども、同じ分量をですね半分の量で済むというような特徴があったりします。三つ股紙が全て薄いわけではないのですけども、特にこういう薄いものがよく使われたというようなことがあります。で、こういう今、4種類の紙をご説明しましたけれども、一つに構造紙といってもさまざまな厚かったり薄かったりですね、さらにいろんな加工を加えたりというようなことも行われてますし、さまざまな紙が存在しています。でそういうものを使いますし、さらにまたですねその紙にいろんな加工を加えるということを日本では行っています。で例えばこちらの本はですねこのように青い色と紫色の模様というかこういうものが加わっていますけれども、こういうものを内曇り紙とか雲紙というふうに申しまして日本でよく使われましたけれども、こういうあるいは模様を印刷したりであるとか、本当の金とか銀を使って模様を書き込んだりとか、実にさまざまな紙を使って日本では本が作られていったというわけですね。その他にもですねこのようなものがあります。こちらに使われているこの紙なんですけれども、ご覧いただいて分かりますでしょうか。ちょっと光った感じに見えるかと思うんですけれども、こちらはですね表面にですね文字を書く前に雲母という石を粉にして、これに糊をに混ぜてですねそれを塗ってあるんですね。そのためにこういうふうにキラキラするというこういう加工も使われました。でまたこの本はですね見ただけではわからないんですけれどもですね、ちょっと持ち上げると非常にずしっと重みがあります。それはなぜかというと、この基本的に構造紙の系のものなんですけれども、その紙をすく際にですね植物繊維だけではなくて細かい石の粉を同時についているんですね。その紙の繊維と繊維の間に石の粉が詰まって表面を滑らかにするというような特殊な紙です。こういう紙を間に合い紙というふうに言うのですけれども、この間に合いという意味は間に合わせる、代用というような意味でして、実はこの、雁皮紙ですね、皮脂と言いますけど、雁皮で作られた皮脂の代用として、間に合い紙というものが使われたというふうに言われています。数が少ないし高級な紙ですので、こういうものが使われたりもしたわけです。でさらに先ほどお話ししたように雲母の粉を使ってキラキラ光る紙が作られています。またですね、こちらの紙ですけれども、お分かりいただけますでしょうか。文字の下に模様があると思います。この赤い線ではなくてこの金とか銀を使っているものなんですけども、これは本当の金とか銀を使った絵の具のようなもの、金泥銀泥、金の泥銀の泥というふうに書きますけれども、
それを用いて文字を書く前にですね、そのさまざまな模様を加えるというような紙です。で、こういう模様のことを文字の下にあるというので下絵というふうに申します。本当に装飾の種類も実にたくさんありまして、またいろいろ本を説明する段階でそういうものも出てくると思いますけれども、とにかく日本の本に使われた紙の多様さというものをお分かりいただけたと思います。